こんにちは。今日はこんなちょっと変わったパッチワークキルトでテーブルセンターか課題にしてもらったらいいかなと思って作ってみました。複雑なようで割と簡単なんです。どこに置いても可愛いのでぜひ作ってみてください。こんな感じです。最初に4センチ四角を1枚とあと4センチ幅で全部取っています。そしてここに1センチの縫い代線を入れています。これのなくてもいいんですが、これがあったら安心なので全部1センチの縫い代線を入れています。ここをきっちり揃えてここを縫っていきます。先に縫いすぎるのでここを切っておきます。縫ってきたら開いてもらって爪でいいですのできっちりと折ってください。こちらも対角線上に同じ色を作りますのでこの線を合わせてこちら切ります。ここきっちり合わせてここ1センチのところを縫っていきます。対角線に同じ色を塗っていきます。次はこことこちらに塗っていきます。塗っていきます。またこちらも塗っていきます。でここを切りますね。同じ長さにします。この四角ができました。こうしといてください。上の方の角に1センチの縫い代をかけます。ここにこちらはここの下の方の角から2センチをつなぎます。この上の方の角から1センチ、下の方の角から2センチをつなぎます。同じように上の角から1センチ、下から2センチをつなぎます。こちらも同じように下から下の方は2センチ、上は1センチのところをそれで今描いたところを切っていきます。この四角ができました。次はまた同じ紺色でつけていきます。同じようにこちらを揃えてもらって1センチの縫い代で縫っていきます。こうきっちりと切ります。返してこちらもまた同じように縫っていきます。切っていきます。対角線上に縫って次はこっちとこっちと縫っていきます。こっちとこっちと縫ってきました。そして前と同じように上側が1センチ、この下の角が2センチをつなぎます。ここも上の角が1センチ、下が2センチ、上
が1センチ、下が2センチ。これが1センチで、下が2センチのところを引きます。こんな感じで今引いたところを切っていきます。また小さな四角ができました。そしてここがピンクだったらピンクの上をピンクで塗っていきます。で、ここを塗って、またこちらからもこちらをここを塗って、で、また黄色を塗ってっていう感じで、また四角く塗っていきます。四角く塗ってきました。そしてまた上のこの角から1センチ、下の角から2センチをつなぎます。上が1センチで下が2センチの線をつなぎます。上が1センチ。それでまたこの線を切っていきます。こんな感じになります。これを繰り返して交互に紺と模様と紺と模様とっていう感じで、ここからこの紺が5段になるように塗っていきます。順番にここまで塗ってきました。それで最後だけ、これは切っていません。このまま置いておきます。真四角にしました。これを3枚塗ってきました。こんな感じです。これを並べて、こう1センチの縫い代でここ塗って、でここも1センチの縫い代で縫っていきます。3枚縫ってきました。こんな感じです。それでここ割ります。割っていきます。もかけておきます。これの裏地を1センチぐらい多く取ってください。それと、キルト芯を2センチぐらい多めに取っといてください。外表に合わせて
同じところに置いてください。それで縫ってきたところを全部キルトしていきます。キルトは真ん中から外へ外へとしていったらシワにならないので、外へ外へとしていきます。んな感じでここ全部塗ってきました。これをこちらも同じようにミシンキルトしてください。
全部ミシンキルトしてきました。こんな感じです。こちらも裏もこんな感じになりました。枠は2センチ2センチ2センチの出来上がり線を引きます。2センチの出来上がり線を引きました。それでバイアスを4センチのバイアスに取っていきます。7ミリの縫い代線を引いてきました。こんな感じで、それで最初7ミリ折って、この2センチの線と7ミリの縫い代線を合わせていきます。ここはこの角まで来たら1センチだから2センチダブらせます。こんな感じでこことここが1センチダブるようになります。ここまで来たらここからまた1センチずつ2センチダブらせてここまで縫っていきます。最後7ミリ折ったところを7ミリかぶせて切ります。ぐるりを縫っていきます。止めて、ここでこの1センチをダブらせてここからまた縫っていきます。ここまたダブらせてここを縫っていきます。ここまで縫ってきました。額縁になるのでこんな感じになります。膨らみを持たせて2センチに切っていきます。縫ったところから2センチです。そして角を1センチずつダブるので切り落とします。1センチずつ落として1センチのバイアスでこんな感じでずっと折っていきます。この角は1針中まで折ってこちらからまた同じようにここも額縁になるようにここを
三角に合わせます。こんな感じでここが四角になって額縁になります。こんな感じでなっていきます。そしたらぐるりと縫っていきます。ここ落としミシンをかけていきます。で周りを縫ってきました。こんな感じです。こちらもこんな感じです。これで出来上がりです。テーブルセンターか花瓶式にしたらちょうどいいかなと思って作ってみました。ご視聴ありがとうございました。よかったら作ってみてください。